10歳の少女が突如行方不明に。警察の必死の捜査も実らず、事件は迷宮入りかに思われた。しかし誰もが諦めかけたその時、少女が変わり果てた姿で発見される。果たして少女の身に起こった悲劇とは？というわけでね、本日ねご紹介するのはね、ウィーンのね神隠し事件なんです。1998年にオーストリアのウィーンで起こったこのね少女神隠し事件は、その少女の人生を大きく変えてしまうんです。平和な日常に突如起こった少女の神隠し事件。彼女の身に一体何が起こったのか、その衝撃の結末とは。消えたウィーンの少女。その少女は薄暗い地下室に閉じ込められ、猛烈な飢えに苦しんでいたんです。彼女が食事にありつけるのはわずかに1日1回朝食のみだったんです。そこから抜け出そうにも薄暗い地下室はそれを諦める程度には堅固な作りとなっていたんです。自らの運命に絶望しているその少女の名前はナターシャ・カンプシュ。元はオーストリアのウィーンで家族と仲良く暮らす元気な少女だったんです。この少女ね、なぜこんなところにね閉じ込められているんでしょうか。彼女の人生が一変したのは1998年3月1日、わずか10歳の少女を悲劇が襲います。その日の朝、ナターシャはいつものようにカバンに勉強道具を入れ学校に向かっていました。その道中、顔見知りの男に声をかけられます。なんだろう、そう思ったのもつかの間、ナターシャは男に無理やりバンに押し込められたんです。そしてそのまま車はどこかへ向かって走っていきました。着いた先は見たことのない地下室。そこはね、男の自宅だったんです。そう、ナターシャは誘拐、そして監禁されてしまったんです。そんな彼女ができたことは唯一助けが来ることを祈るだけだったんです。ナターシャが行方不明となったことを受けて、警察はすぐさま捜査に乗り出します。絶体絶命のピンチに思われたナターシャだったんですが、救出のチャンスは思ったよりも早く訪れます。なんとナターシャが白いマイクロバスに引きずり込まれるのを見たという目撃者がいたんです。警察はすぐに大掛かりな捜索を開始しました。可能性のあるマイクロバスとその所有者を漏れなく全て捜査したんです。その数はなんと776台。これだけの数だと当然警察の捜査にかかる時間も膨大なものになってしまうんです。そしてその間にもナターシャは毎秒恐ろしい監禁生活に苦しめられていたんです。一体彼女はどのような境遇に置かれていたというのでしょうか。ナターシャが閉じ込められていた地下室は窓のない防音の部屋。外に声は届かず、助けを求めることは不可能だったんです。さらに扉は鋼鉄で補強されたコンクリート製。しかも重たい金庫をつっかえるように扉の前に置いていたため、力ずくで開けることなどわずか10歳の少女には到底不可能だったんです。その上で犯人はナターシャに、お前はもうナターシャじゃない、俺のものだ。家のドアと窓には強力な爆薬が仕掛けてある。逃げようとしたら爆発して死ぬぞ、などと脅していたんです。さらにナターシャの望みを全て打ち砕こうとして、お前の家族は身代金の支払いを拒否している。お前を厄介払いできて喜んでいるんだ。と嘘を告げていたんです。いや、ひでえな。また犯人は1日に1度しか食事を与えないことで彼女を常に空腹の状態にしておきました。それは彼女を衰弱させて逃げられないようにするためだったんです。そんな地下室での生活は毎日同じことの繰り返し。犯人と一緒に朝食をとり、彼が仕事に出かけると一人で過ごし、夜は帰宅した彼との他愛もない会話をするというルーティン。そして眠る時には手錠をかけられていたそうなんです。この時の彼女は心身ともに衰弱しきっていったんです。そんな悲惨な生活が3ヶ月ほど過ぎた時だったんです。警察の捜査がようやく進展を見せるんです。彼らは776台のマイクロバスの所有者の中から1人に当たりをつけたんです。その人物がボルフガング・プリクロピロという男。読みづれえわ。彼はナターシャの家から30分ほどのところに住んでいる無職の男だったんです。こいついかにも怪しいじゃないこいつ。捜査を担当したのはオーストリア連邦警察の主任捜査官。彼は直接プリクロピルの自宅に向かい、そこで彼を尋問したんです。しかし彼は仕事でいろいろなガラクタが出るので、それを自宅に持って帰るのに必要なだけであって、決して誘拐なんかには使ってないと主張したんです。いやー、これどう思います？ちょっと嘘くさいっすよね、これね。警察もそこは疑問に思ったのかもしれません。そもそも犯人ではないというアリバイもなかったわけなんですが、とはいえこの主張を切り崩せるような有力な証拠をつかめているわけでもなかったんです。そして警察はプリクロピルの主張の有効性を認め、彼を容疑者候補から外すんです。このプリクロピルという人物について皆さんに一つだけお伝えしたいことがあるんです。
ボルフガング・プロクロピル、実はこの事件の犯人だったんです。そう、つまり警察が彼を取り調べしたまさにその家の地下に監禁されたナターシャがいたんです。そしてそれ以来ナターシャ救出の機会はどんどん遠のいていくことになってしまうんです。なんと彼女は誘拐された時にパスポートを持っていたため、警察は国外に捜索の輪を広げるという見当違いの捜査を始めてしまったんです。この失態によりナターシャの地獄の生活は非常に長いものとなってしまうんです。監禁生活がね長期化していくナターシャなんですが、なんと彼女の身に驚きの変化が訪れるんです。地下での生活。地下室での生活が6ヶ月を過ぎた頃、ナターシャの待遇に変化が起こります。一時的に上の階で過ごすことを許されるようになったんです。もちろん完全に自由に過ごせるわけではありません。プリクロピルの1メートル後ろを歩くように強制され、髪を剃られ、家事をさせられ、まるで奴隷のような絶対服従の生活を強いられていたんです。もうクソ。そしてそれはつまりプリクロピルと過ごす時間が格段に増えたことを意味するんです。でもこんなやつとずっと一緒にいるなんて寒気するわね。しかしナターシャは我々の予想を大きく裏切る行動に出るんです。なんと彼女はプリクロピルと少しでも長い時間を一緒にいようとしたんです。なんで？実は肉体的精神的な苦痛だけではなく、それ以上にナターシャはある感情に苦しめられていたんです。それが孤独だったんです。ナターシャは深い孤独によってプリクロピルとでさえ少しでも長い時間を共に過ごしたいと思うようになっていったんです。悲しいな。そんなナターシャはプリクロピルが仕事から帰ってくるとベッドに連れて行ってお休み前のお話をしてくれるように頼んだりしていたんです。そうすることでどうにか自分は普通の生活をしているんだと思い込もうとしたんです。しかしそれと同時にナターシャの中には相反する感情があったんです。心の中にプリクロピルに屈することを拒む気持ちもあり、実は監禁生活中ずっと塀の外に水のボトルを投げつけて通行人の注意を引こうとしていたんです。さらにプリクロピルが持ってくる 2,3 冊の本や新聞をむさぼり読み、ラジオで教育番組を聞いて勉強していたんです。彼女は決して諦めずこの現状を改善しようともがいていたんです。従順な素振りをもう見せつけるのでナターシャなんですが、ついその逃げ出すチャンスがナターシャに訪れるんです。地下からの脱出。プリクロピルは従順に生活していたナターシャに徐々に心を許していきました。日中自分が付き添える場合はナターシャと外出することもあったんです。常に自分のそばを歩かせたり、声を出したら撃つと脅したりもしていたんですが、最終的にはなんと一緒にスキー旅行に行くなど当初から比べるとかなり自由度の高い生活を許すようになったんです。そんな中チャンスは突然訪れたんです。ある日、ナターシャはプリクロピルに命じられ庭で彼の車を洗っていました。するとプリクロピルの携帯電話が鳴りました。彼はその時ちょうどナターシャが掃除機を使っていてうるさかったため、その騒音から離れた場所に移動して電話を受けたんです。その瞬間だったんです。彼女はこれを絶好のチャンスと捉え、掃除機を地面に置いて猛然と走り出したんです。この時プリクロピルはナターシャが出ていくのを見ておらず、そのため彼女は非常に有利なスタートを切ることができたんです。郊外の住宅をあっという間に200メートル駆け抜け、そしてフェンスを飛び越えていきます。200メートルの全力疾走はただでさえ栄養不足のナターシャには非常に過酷だったはず。それでも火事場のクソ力で彼女はものすごいスピードで走っていったんです。そしてとうとう道路を歩く一人の人間の存在を発見するんです。その人のところまで行き、彼に警察に電話するようにお願いしました。しかしここでまさかの事態がナターシャを襲うんです。なんと通行人から怪しまれ通報を拒否されてしまうんです。早くしないとプリクロピルに見つかり連れ戻されてしまう。とてつもない焦燥感に駆られながら必死に通報してくれそうな人を探しました。そして脱出から5分後、高齢の夫婦の住む家に飛び込みました。そこで必死に事情を説明し、なんとか警察に通報してもらうことができたんです。彼女はついに安全に保護されることになったんです。プリクロピルとの生活にようやく終止符が打たれたんです。ところで彼女が誘拐されてから保護されるまで、皆さんは一体どれぐらいの時間が経過していたと思いますか？その期間、なんと8年半なんです。その期間は日数にするとなんと3069日間。10歳で行方不明となったナターシャは発見当時なんと18歳になっていたんです。かわいそうマジで。その時の彼女の健康状態は総じて良好だったんですが、栄養不足のため体はあまり成長していなかったそうなんです。一方でこの犯人のプリクロピルはどうなったんでしょうか。ナターシャが逃げ出し警察に追われることを悟った彼は、彼女が保護されてから数時間後、なんと列車に飛び込み自殺。罪を償うこともなくこの世を去ってしまうんです。
です。そしてここからがこの事件の奇妙なところ。彼の死を知ったナターシャが予想の斜め上を行く不思議な反応を示したんです。なんと彼女は涙を流したんです。事件解決の5日後、ナターシャは声明文を発表しました。そこで判明した彼女の思いはまさに驚くべきもので、国内外に大きな反響を呼んだんです。なんと我々の予想に反して地下室の生活と容疑者プリクロピルを肯定的に捉えていたんです。まず監禁生活についてはこのように述べました。基本的に誘拐されたことが元で何かを失ったという気持ちは感じられない。むしろタバコとかアルコールを覚えずに済み、また不良とも付き合わずに済んだ。彼女からはプリクロピルに対する強い怒りや恐怖は見られず、それどころか反対に彼は私の人生の一部だった、だから私はある意味で彼の死を悼んでいるなど思いもよらない発言が飛び出してきたんです。そして保護されてから2年後の2008年にはなんとプリクロピルの家を購入、今でも時折訪れているというんです。その真意は我々の理解の及ぶところではないんですが、事件以来彼女は不安定な精神を抱えながらも社会生活に適応しようと努力を続け、2010年には見事大学を卒業したんです。いや、よかったね、ナターシャ。まあね、それにしてもね、なんでプリクロピルはナターシャを誘拐したのでしょうか。単なるね、ロリコンではないんです。そしてこのことについて被害者であるナターシャはこう語ったそうなんです。犯人が私を殴り地下室に閉じ込め、餓死寸前にまで追い込んで求めてきたもの、それは誰かに抱きしめてもらうことだったんです。実はプリクロピルは極度のマザコンで10歳の少女に母性を求めていたのではないかと言われているんです。その証拠に監禁中性的な接触は全くなかったそうなんです。精神異常の犯人が求めたものと運命を狂わされた少女が得たもの、そのどちらもいびつではあるんですが、そこには不思議な調和が存在していたんです。